土屋先生の UL ハイキング大学 in 山と道講義4、寝袋の概論。温度帯から見る寝袋の選び方。 UL ハイキング大学第4講スリーピングシステム編講師の土屋さんではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。UL ハイキング大学って名付けてもらって、あと4回目になります。バックパックから始まって、シューズ、テントって形になってきてて、今回は眠るための道具のスリーピングシステム、寝袋と、あとはマットっていう部分。ここのことについて話していきたいと思います。この講義一番最初は UL バックパックについて語るみたいなところから講義自体は始まってるんですけど、回を重ねる中で基本的にはそのウルトラライトギアを軸にはするんだけども、どっちかっていうと各道具の総論をちょっと理解してもらうっていうところにも結構重きを置いて話すようにしています。UL のギアってやっぱり従来の道具と違って特殊に見える部分って多いと思うんですよね。バックパックとかが一番分かりやすいけど、従来の登山の道具とは明らかにシンプルになっているし、あと特殊素材を使っていたりだとかっていうことがあるので、物珍しいというか新規性みたいなものだけがどうしてもフォーカスされるし、それに僕ら自身も見せられてる部分は多分にあるんだけども、細かな部分にだけは目が行くんだけど全体像が把握できてない。で、特に四半世紀以上前とかから山やってたりだとかすると、ウルトラライトができる前の話っていうものも当然歴史として自分自身もやってる。その前のものと今のものっていうか UL のものとの違いみたいなものはあんまり系統だって考えてなくても入ってるんだけど、今やっぱりここ10年間で山を始めた方とかってなると、始めた時にはもう山と道があるとかウルトラライトがあるってなってくるので、 UL のことだけしかちょっとわからないとかね。だからその UL の逆に優位性みたいなものもわからなかったりだとか、あと SNS で今情報収集する方も多いと思うんですよね。こういう動画もそうなんだけど、だからどうしても個別の各論の話がやっぱり SNS だと人気になるじゃないですか。この道具がすごいとか。それで細かな知識を得ていただけるのってのはめちゃくちゃありがたくもあるし、皆さんの知識っていうものも蓄積はされるんだけども、それを全体像としてどう把握していくのかっていうのがないと、結局情報はいっぱい集まるけど何を選んでいいのか分かんないとか、どう理解していいのか分からないみたいなのが多分あると思うんですよね。だからみんな店頭でも情報収集をお客さんがやっぱすごくしてて知識も持ってるんだけど、店頭で相談されることとして何選んでいいのか分からないみたいなのがあると思うので、今までのやつなんかもこれ一番最初に言っとけばよかったんだろうけども、結構各論の話ももちろんしていくんだけど、全体として例えばバックパックをどう考えればいいのかとか、シューズをどう考えればいいのかとか、テントをどう考えればいいのか、今回だったらば寝袋マットをどう考えればいいのかみたいな総論的なやつ、大学の授業で言ったらば専門課程に入るまでの教養課程としてこれから学ぶべき専門分野の基礎的な概要を把握するっていう。でそれがあると個々の話っていうのもまた深めやすいと思うので、そういう意識で眺めていただけるといいのかなと思います。ちょっと今までね話す機会がなかったので、なかったっていうか僕がサボってたので、今回これを機にちょっと一回説明をしておきます。ということで4回目の今回はスリーピングバッグ、あとマットか。でまずそのスリーピングバッグ、基本的にスリーピングバッグって形がやっぱりほぼほぼ似てるじゃないですか。バックパックみたいに構造やデザインに多様性があるとかでは実はあんまりないじゃないですか。シューズみたいにローカットシューズもあればハイカットシューズもあって、ローカットシューズの中でもいろんな種類があってとかじゃなかなかないですよね。基本的には中綿を何かの側でくるんで、要は布団みたいなものだから、あんまりデザイン上の差だったりとか構造上の差っていうのが見えにくいというか、だからお客さんなんかもだから逆に何で選んでいいか分かんない。だからデザインで選ぶって要素がない。他人の目に触れないじゃん、 SNS に上げない限り。テントみたいに見えるものでもなし、ザックみたいに靴みたいにウェアみたいにじゃないので、なんとなく寝袋ってじゃあどう選んでいいのかっていうのに迷ってたりだとかしてる部分もあるっていうのがあるんで、そこら辺をまず整理した上で、ウルトラライトの寝具として特徴的なキルトについても最初やっていきたいと思います。でまず最初に寝袋なんですが、前があって後ろがあってフードがあってみたいな基本的なのが寝袋の形です。これは実はあんまり変わらない。一番最初によく寝袋の差って話になってくるのが中綿の差っていうのがまず一番最初にみんなすぐ思い浮かんでくると思います。化繊綿と羽毛っていうのがあります。これはみんなが知ってると思うというか基本的なことだと思うんだけど、今改めてもう一回じゃあ化繊綿と羽毛の差みたいなものっていうものをちゃんと理解していった方がいいだろうと前提条件として思います。
ダウンの羽毛の寝袋の特性って何だろうって考えると、一つは軽い、暖かい。今いろんな河川綿がどんどん出てはきているけども、同様に羽毛の方も羽毛の洗浄の技術っていうものがどんどん良くなってるから、僕が学生の時とかだと550フィルパワーみたいなものだ。そのフィルパワーって羽毛のクオリティというかね、復元力を表す単位であるけども、500フィルパワーあれば高級だねって言われてたんですよ。だけど今500フィルで高級っていうか、その質のいいダウンっていう人って多分ほとんどいなくって800以上とか、900、1000みたいなところまでも来てるので、羽毛自体もやっぱりどんどん進化はしていく。昔の羽毛の寝袋とか持つとやっぱり重たいんだよね。膨らむ力が弱いのでどうしてもたくさん入れざるを得ない。これにはこれでまた理由もあるんだけど、生地そのものもどんどん軽くなってるんで、いろんなものが進化しています。そういう大前提はあるんだけども、中綿と羽毛を同重量にした場合、今現状でも確実に羽毛の方が暖かいです。羽毛と河川で同じような暖かさのものを作ったらば、確実に羽毛の方が軽くはなります。これ自体は基本事項として頭の中に入れといた方がいいなって思うんですよね。さっき言ってた格論の話になっていくと、じゃあそれを各社がどうやったらば他社を出し抜けるかっていう、騙し合いじゃないんだけど、工夫の試合の話になってくるんですね。ただ基本原則としてはそこのところをやっぱり押さえとく。だからお客さんなんかに話する時なんかも、まず羽毛の特性ってそこにあるって考えてもらった方がいいと思う。じゃあ河川綿の特色って何ですかって話になると、それこそ20年ぐらい前の時だと、河川綿の特色っていうとやっぱり水に強いとか、あと安いっていうのが一番言われてました。羽毛の寝袋買いたいんだけど値段が高いよね、じゃあ河川もありますよみたいな説明の仕方があったりだとか、河川だと水に強いですよっていうのが特色にはなっていた。河川だと安いとか濡れに強いとかがあったんだけど、実際もう河川安くないです。で、濡れに強いっていうので言っても、今羽毛に関しても撥水のダウンとかが出てきてるので、もう実は濡れに関してもかなり注釈が必要な状態になってきています。じゃあ河川綿の寝袋の特色って何なんですかねって考えた時に、今言えることって、この濡れに関しての時ってテント内での結露とか朝露が降りるとか、そのレベルに関して言ったらば、もう撥水のダウンとかである程度対応ができる世の中にもなってきてる。でも一番多分違うのはズブズブに濡れちゃった時だよね。完全に濡れちゃった時。例えば沢登りなんかで丁寧にパッキングしたつもりなんだけど、塗装してたり泳ぎが入ったりだとかする沢とかでクエッチついて開けたらば、やっべえ濡れてる、絞れるぐらいって状況とか、パックラフトに行きました、チンしました、荷物が流されました、防水バッグに入れてたつもりが防水バッグがちょっと緩んでいて中ズブズブだよみたいな状態になった時には絞らなきゃいけない。それぐらい濡れちゃうと、河川綿の場合って絞って広げて乾かすっていうのがフィールドでもできるけれども、羽毛に関して言うとその場でそういうケアをするって 100% できないわけではないけども、ほぼほぼ難しい。羽毛の寝袋を洗濯するのって自宅でもできるけど、乾かす際ってやっぱりほぐしながら乾かしたりっていう作業が必要になってくるので、これをフィールドでやるのって実はなかなか難しかったりします。だから濡れ、さっき三角ちょっと限定的になりますって言ったのとかは、完全にそこまで濡れるようなハードシチュエーションの場合だったらば、河川っていうのはいいなと思います。昔はそんなに話されてなかったことなんだけども、河川綿の多分最大の強みって中綿が飛び散らないことだと思います。お店やってるとやっぱり寝袋の修理とかでテント内で火器使うのって建前上はダメだけども、やっぱ冬だったりとか雨だったりとかの時にやっぱり中で気をつけながらやるっていうのは現実的にあることだと思うんだけども、寝袋をバーナーで焼いちゃって穴が開きましたとか修理としてあったりとかするんですよ。あとは調理をする時に刃物を使っててテント内で誤って切っちゃいましたみたいなのってあるんですよね。羽毛の場合の最大のデメリットで、その際にやっぱ羽毛がやっぱり飛散しちゃいますよね。で、それに対して河川綿の場合ってそれがあっても中綿がシート状に成形されたものをこの形に切って縫い合わせを行ってるっていうのが基本構造なので、穴が開いても切れてもそこから綿が飛散するっていうことがない。じゃあこれってどういう時にメリットがあるんですかって話になってくると、やっぱり刃物類を使う可能性が高い場所だよね。
ハイキングの場合って基本的にはそのロープを切るとかそういう行為がないからナイフを使うっていうよりはハサミとかの方が一般的な登山だと多いですよなんて話はしたことあったかもしれないんだけども、クライミングにしても沢登りにしても刃物を使うシチュエーションが多い場合、寝袋も使って刃物ってあんまないだろうけども、一番いいのはビバークとかする時なのかな。要はテント内じゃなくて岩場で寝なきゃいけないとか、そういう時なんかに何かで引っ掛けてみたいなのっていうのはゼロじゃない。実際にはウェアの方がその河川のメリットっていうのはそう考えると多いのかもしれない。ハードな状況下、ナイフを使うとか物が引っかかるかもしれないっていう状況下だったらば河川のメリットっていうのは出てくるのかもしれないんだけど、一番その河川の大きなところっていうのはさっき言った切れたりだとか穴が開いたりとかしても飛散しないですよっていうところ。ダウンか河川かっていう話になった時に、じゃあどっちがいいんですかって話とかってよく聞かれるんだけど、結構お客さんなんかによく話してるのってトレイル上で使うとか登山道上での登山みたいな感じのものとかだったらば何かダメージを受ける可能性って実はオフトレイルでの活動よりは少ないので、ハードなシチュエーションで使いやすいですよ。さっき言った水濡れ動向とか切れてしまったりだとかっていうことを考えなければいけない状況。そういうのって心配すれば何でも心配できちゃうけども、どっかに線引くって話になってくると登山道から外れた活動をするような場合、沢登りとか源流走行もそうだしバックカントリースキーだったりだとか、そうなってきた時なんかだと河川のメリットっていうのはちょっと出てくるんじゃないのかなって考えていいと思います。一方そうじゃなくて一般登山道や僕らが楽しむトレイル上で遊ぶようなハイキングなんかの場合っていうのはそういう危険性がやっぱりちょっと減る。これはバックパックの時の話とかでも UL のバックパックそのものっていわゆる長距離トレイルで使う、要はクライミングで使うために発達したバックパックじゃないからああいう形になってます。薄くても軽くてもっていうのと同じで、羽毛なんかの場合っていうのもそのオントレイルで使うってことに関して言うと別にそんなにそこまでこっちほどダメージを考えなくてもいいので、特にこの軽さとかあったかさっていったものにすごく重きを置いていいとは思います。ただ結局こういう分け方をしたとしても実際オフトレイルで活動する人たちにしてみても軽いあったかいはメリットなので、結局こっちの方を使うことは多かったりはします。どういうふうにどっちが優れてるっていう答えはなかなか出しづらいんだけどね。ただ何かどっかで線を引こうってなった時にはどういうところでどういう活動をするのか、昔から言われてる軽いや暖かいとか安いとか水濡れに強いとかそういうことだけじゃなくって、さっき言ってた河川の特性って穴が開いても飛散しないっていうのが状況によっては一番メリットにはなってくるので、そういう可能性が高いか低いかみたいなのっていうのはお客さんが悩んで聞いてくる時とかなんかに話すといいと思います。今のこの特性って寝袋だけじゃなくっていわゆるインサレーションウェアとかにも大きく当てはまっていくと思います。僕らがお客さんと話すのってみんな山を始めてすぐの時って不安が多かったりとかするから質問来るじゃないですか。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ってなった時に大丈夫だよって単に言うだけじゃなくってロジックで話していくってすると納得して理解して安心してもらうってなった時にお客様がどういう場所でどういう活動をしたいのかっていう話をちょっと聞いといてもらうと、だったら河川選んでもいいんじゃないですかとかダウンでいいんじゃないですかみたいな話っていうのは寝袋に関しても言えるんではないのかなとちょっと思います。次にこういうちょっと基本的な素材に関しての話とか特性みたいなものを踏まえた上でウルトラライトらしいところに話を持っていきたいと思います。じゃあ寝袋を軽くしましょう少しでもっていう時に一番最初にウルトラライトの人たちって考えたのが、今は結構市民権も得てきたのかな、多少はキルトっていう構造です。一般的な寝袋を考えた時に寝袋今横になってる状態だとします。基本的に寝袋を軽くしましょう。どうやったら軽くなんだろう。要は結局寝袋を構成している要素って基本的には中綿、生地、ジッパーなどのパーツ、例えばドローコードとかにもなってくるとは思うんですけども、基本大きく分けてこれだけですよね。寝袋を構成していく要素って中綿を軽くするんだったらば特性的に同じ重さで軽いんだったら羽毛を選ぶのかみたいなのが出てきたりだとか、生地だったらば耐久性なんかをいろいろ考えた上でその限りの中で軽いものにしていくのかで、あとジッパーだったらばよりだからちっちゃいジッパーっていうのかな、軽いジッパーとかにしていく、パーツをちっちゃくしていく、ドローコードを細くしていくみたいなそれぞれの涙ぐましい努力があったりとかするんですけども、それって焼け石に水だったりとかする場合があるんですよね。一個一個軽くちっちゃく、もう構成要素がすっごい多かったらば
それぞれを一個ずつ軽くしていっても塵も積もればみたいなのがあり得るけれど、そもそもの構成要素が少ないので一個一個軽くやってってもどうしても限界があるってなると、もう物理的に取っ払っちゃった方が早いんですよね。じゃあどうするのかって時に、フードとかってなくてもいいんじゃんとかで、よく言う背中って潰れちゃうよね、背中の保温で重要なのはマットだよね、だったら背中もいらないんじゃん。で、背中取っちゃったりとかするんだったらそもそもジッパーなくていいよね、ジッパーがなくなるよね。だからこういう発想で出てきたのがキルトです。ウルトラライトの文脈の中だったらば、最初のバックパッキングの講座の時にも話してたレイ・ジャーディンがレイウェイっていう方法論の中で、その時って夫婦で歩いてる時に2人一緒で寝袋履いたりとかする時に掛け布団のようにかけた方がいいので、その方が1個で済むし軽くなるからっていうので掛け布団型のものとかを実際自分で作って使った。要は別に冬山に行くわけでも何でもないからそれでいいんじゃないかっていうので、ジッパーも外せる、フードも外せるので、ふわっと2人一緒になってかけられるものを自作して作っていったものがスタートにはなったりとかします。でも同時にこういう考え方ってアルパインクライミングのブランドの方とかでも、イギリスのラブだったと思うんだけど、ちょっとこれちゃんと後でもう一回調べなきゃいけないけど、ラブは1980年代後半とかに出してるんですよね。背中側がメッシュになってて、そこにマットを突っ込める、固定できるっていうようなキルト構造というか、背中を取ってしまってる、取るっていう行為、もう物理的に外しちゃうっていうのとかは実は作ってたりだとかします。なので軽量化するってなった時には、こういった一枚布に近いというかお布団に近い形にしたらば軽くなるよねみたいなのっていうのは実は昔からやってってます。でも定着しないんですよ。だから別にこれって最近になってから出てきたものじゃなくって、 UL の世界だったらば1990年代から話されてもいるし、実際そういうものを作ってる、アメリカでもヌナタックっていうメーカーがあったりだとか、実は存在はずっとしてる。ヨーロッパでもそのラブがあったみたいなんだけど、定着しないのはなぜか。寒いんですよやっぱり。結局やっぱ全身を覆ってるものと布団との多分最大の違い、家で寝る時ってやっぱり掛け布団があって敷布団があってそれであるけども、皆さん冬寝てる時って経験してると思うんですよ。トイレ行こうで、夜中トイレ行った時に布団から出ます、トイレ行ってきます、戻ってきました、布団が冷えてる、よくありますよね。こういう中綿素材のあったかさって体温が羽毛の方とか中綿のところのデッドエア、ここの中の空気を温めて、その空気が中で循環しないようにするために動きを阻害するものとして綿を入れることでこの中の保温力を上げてますっていう構造なんだけど、物理的にペロンってめくっちゃったらやっぱ全部ここの中の空気も含めて冷えちゃう。この内側が暖かかったものが逃げちゃうし、この状態でこっち側も外気に触れるようになっちゃうと、やっぱここでどんどん熱も逃げていっちゃう。人をどうしても分かんないように寝返り打ったりとかするので、やっぱり寒かったりはする。なのでちょっと特殊っちゃ特殊な気候なんですよ。で、じゃあめくれ上がれないようにするために幅を広げると、今度はせっかく外してって軽くしたのに付け足されると重たくなるっていうことが矛盾が生じてくるので、一般的な寝具としてはやっぱり通常の全体を覆うものほどには一般化しなかったっていうふうに考えてもらうとやっぱいいです。実際に店頭とかでお客さんなんかと話していても、これめくれちゃったら寒くないですかみたいなのは聞かれるんですよ。寒いっすそりゃ。テントなんかエアコン効いているわけじゃないんで。だからやっぱりその部分っていうのはキルトの話をする時っていうのは認識をしていかないといけないんじゃないのかな。それを理解した上で完璧はないってことなんですよね。キルトが最高だったらみんなキルトになってるんだけど、大手のメーカーさんでキルト作ってるところないじゃないですか。だからやっぱり一般的にはなかなかなりにくかったりはするんですよね。なのでキルトってじゃあどういうものってなると、さっき言ってたみたいにお布団みたいなもの、背中がなくって一枚で上掛けみたいにしてかけられるもので、その構造の中で足元が閉じてるものだったりだとか、これなんかだと足元だけジッパーで閉じられて、あとはペロンってなってて、ここジッパー外せばこれも布団みたいになるもの、ペロンってなるものですね。これは軽くはなるんだけどどうしても限界もあるんだよっていうことは理解をしてもらえるといいかなと思います。どうしても普通の寝袋と比べると、実際に使ったことがある人とかだと夏なんか別にどうでもよかったりはするんです。ぶっちゃけ王子なんか多分寝袋いらないって
深くうんってうなずいてるよね。そういう子もいるし、実際寝袋持ってってもお腹にしかかけてないですとかがいるんで、夏ってだからどっちかっていうとそこら辺ってかなり許容ができたりだとかするんですけども、3シーズンってなるとやっぱ0度前後になることもあるって考えてくると、どうしてもこれを受け入れられるか受け入れられないかっていうのはかなり大きな差が出てくる。そうは言っても少しでも軽くするのにトライしようって思ったらば、やっぱりキルトって避けては UL の文脈の中だと避けては通れなかったりもするし、ただその時に一般的な寝袋とどこまでも同じものを求めようとするのはやっぱり無理があるんだっていうことだけは頭に入れとくといいと思います。UL のバックパックで重たいものを背負うんだったらば、体力ないと最終的には背負えないよね。何もサポート機能がないザックで軽くていいよってなったとしても、それが全ての人に対して使えるかどうかでちょっとまた別の話じゃない。中身を軽くしないといけないっていう大前提があるのと一緒で、キルトの場合っていうのは軽くはなってるけれども、一般的な寝袋にはない弱点っていうのはどうしてもあるんだっていうのは理解をしといてもらえるといいかなと思います。特にここ閉じればいいじゃんみたいな話が出るんだけど、閉じてもやっぱりどっちもそうだけど、だいたいキルトってこういうタブがついてたりでゴムで結んだりだとかテープとかあるんだけど、結局これでやったところで隙間ができるんで熱はこもらないんですよね。だからジッパーでちゃんと閉じれるとかっていう寝袋とか、あとジッパーはないけども本当にただ単にこう袋になってる寝袋とかに比べるとやっぱり暖気は抜けやすい、どうやっても抜けやすいっていうことは構造として理解をしておくといいでしょう。いろいろ頑張ったんですよ昔。自作のキルトとかでここのところから寝返りを打っても暖気が逃げていかないようにするために、でもこれ長くしちゃったらさっきと重たくなるじゃないですか。布だけつければ布でなんとか抑えられないかなとか、結構いろんなことを頑張ったりはしたけども、そこまでどんどんやっていくとどんどん奇形化していくっていうのかな。潔く切り取ったものを未練たらしくやるんじゃなくって、キルトは男気で使ってくださいじゃないんだけど、ちょっとそういうこともあるんだぐらいなね思いでキルトっていうのは使ってもらうといいのかなと思います。特に3シーズンで使う場合はそういうことも理解しながらキルトって構造を考えてもらうといいと思います。ここまでは基本的にもうすでに知ってる人にとっては一般的な話だったかもしれないんですけども、実は今日寝袋の話の中で実は一番やりたかったことっていうのは寝袋の温度帯の話なんですね。今まで素材で特性だったりだとか羽毛と化繊どういう特性があってっていうのをちょっと従来とは少しだけちょっと違う目線で話したりとか、今ある程度認識も広がってきているキルトっていうものとかは軽さを考えたらば行き着く部分ではあるんだけど、どうしてもそこにはデメリットってものもあるからそこはみんなで理解しましょうねって話で、もこれは使ったことがある人は当然わかる話なんだけど、で寝袋考える時にみんな悩んでることってどの温度帯のものを買ったらいいんだ問題がやっぱ絶対あるんですよ。店頭でも多分お客さんから寝袋の相談とかされることがあった時にこれで大丈夫ですかね、よくあるパターンだと思うんですよ。大丈夫ですかね、でも僕はあなたじゃないから分かんないですって答えるしかないんだけど、それだとやっぱ専門店としてサジを投げちゃうことになるじゃないですか。だから何かしら基準をやっぱり提示してあげたい。ザックだったらばリッター数によってなんとなく背負う重さの量視覚的に見えてきたりもするし、でも寝袋ってやっぱ形が一緒だからなんとなく分かりづらい。もちろん入ってる中綿の量であったかさは変わるんだけどなんとなく違いが理解しづらい。だからってなるんです。で結構あと問題になってくるのって多くの人がやっぱり温度のことをあんまり意識してない。近年ではね結構みんなやっぱザックのところに温度計をつけて温度測りましょうってみんな言うんだけど、測りましょう測ったでデータ取って頑張る人ならいいんだけど、だって測ってみて終わるんですよ。その時本当はねどう感じたかを蓄積していかなきゃいけないんだけど、まずじゃあどれぐらいっていう温度感を提示してあげるとやっぱりいいんじゃないのかなっていうのが思ってます。寝袋っていっぱい温度表記が書いてあるんですけども、これあくまで僕がいろんな商品見比べたりだとかやってきたりだとかする中での枠の作り方なので、もちろんこれに対していや違うっていう異論だったりだとかはあるとは思うし、もちろん例外も生じるんだけど、最初に言ってた枠組みを作るっていう考えの中ではある程度有効なんじゃないのかなと思ってるので、ちょっとこれを出しておこうと思います。寝袋もちろんいろんな温度バーっとあるんだけども、僕は基本的に寝袋を考えるときは0度を基準にして6度刻みぐらいで
温度帯を考えていくと一番理解しやすいんじゃないのかなって思っています。ちなみにこれ外気温ですね。実際 UL ハイカーとかの場合はタープで寝るとかさ、カーボーイで寝るとかもあるだろうし、基本的には外気温で、あと測ってみんなで共有できる温度ってテント内の気温よりは外気温なので、基本的に外気温目安で考えていくのがいいとは思ってます。基本的にこの0度を基準にして6度刻みで、これ6度ぐらいを刻んでるのっていうのは寝袋の大体の温度表記の中で、最近は寝袋メーカーさんも親切になってきてるから、限界温度と快適温度みたいな表記ってあるじゃないですか。でさらにエクストリームみたいなのとかもあって、すんげえ気温変えやっておいおいってなるけども、基本的にはみんな快適温度と限界温度を見てると思います。大体その温度差が大体どこのメーカーさんも6度ぐらいって考えておくと大きく外れはないと思ってるんですね。国内で一番入手しやすい、モンベルさん、ナンガさん、イスカさんみたいな日本で一番流通しているこの大手3社に関しても、あらかた大体見ていくとこんな感じにはなってるって考えてください。あと大体寝袋の表記ってこの下の方が限界温度で上が快適温度だと考えて6度ぐらいの差がある。で大体1個だけ表記するとか、どっちかを大きく表記するとすると限界温度を表記していることの方が多いような気がします。ユーザーの側もやっぱり少しでも軽くしたいとかいろいろ思ったりとかすると限界温度の方とかを着目しちゃうことが多いっていうのが今までかなとは思ってます。なので6度表記の寝袋で快適に寝れるのは12度、0度の表記の寝袋で快適に寝れるのは6度、マイナス6度の寝袋で快適に寝れるのは0度、マイナス12度表記で快適に寝れるのはマイナス6度ぐらいって考えておくと大きく外れはないかなと思ってます。でこの時の限界温度ってどういう感じかっていうと、寝れないではなくって、寝れるんだけど夜中何度も目が覚める、寒くて、で寒い寝れねーってなるんだけどうとうとうとってきた時でまた寒いなみたいな、どれぐらい時間経ったかなと思ったらばまだ2時間しか経ってないみたいな、そんなのが限界温度っていう感じだと思います。で片や快適温度ってどういうのって話になってくると、基本的には例えば何かを着込むことなく家で寝巻きでさらっと寝るような感じで、アンダーだけでとか T シャツ短パンだけでとか、歩いて行動してきたまんまの状態とかで気が沸かしとか飯食ってる間にしてそのまま寝袋入るみたいな、それでも寝れるみたいなのがそういうイメージだと思います。6度しか違わないっていう人もいるんだけど、エアコンの設定温度で1度変えると結構違うじゃないですか。なので結構この6度の幅っていうのは意外と大きいっていうふうに感覚的には思ってもらってもいいんじゃないのかなと思ってます。0度を一番基準にして大事にしているのっていうのが、日本の場合だと0度は簡単に行くからって感じなんですよね。これから山を始めたい、山を始めてデイハイク行って山小屋泊も楽しんで、さあ今年はテント泊しようって思う人とかと話をするときによく言われるのが、そんな寒い時に行きませんって言うんですよ。0度の話するとよく聞くワードですよね。冬は行かないんで、寒いところ行かないんで。いやいや0度は簡単に行きます。北アルプスの9月に行ったらば0度って起こるじゃないですか。日中は暖かいんだけど夜中ぐーっと冷える。で特に小屋締めの時期の紅葉の10月中旬ぐらいになったらば明け方はだいたい0度前後もしくは0度を下回る、よくあると思います。なので寝袋ってなった時に夏用、3シーズン、あとそれから冬用みたいな感じ、さらに厳冬期みたいに分かれてくるのが大きな分け方になってくると思うんだけど、お客さんに話をする時にここ6度リミットの12度が快適みたいなのが基本的には夏用って考えてください。でだいたいマイナス12度表記のものから下、ここら辺が冬用のカテゴリーになってくると思います。ここからさらに下だとそれこそ厳冬期用みたいな感じになるんだけど、お客さんとの話の中もそうなんだけど、理解の中で問題なのがここなんですよね。ここのレンジなんです。3シーズンをどう捉えるか。ここ3シーズン。その3シーズンの中で0度を限界温度で設定しているものと快適温度で設定しているものって実は違う。さっき言ってた紅葉のシーズン、北アルプスに限らずどこでもそうだと思うんだけど、紅葉シーズンの山、雪は降らないんだけどそろそろ霜柱が降りるかなとか、でも空は澄んでて虫もいないし寝るにはいいよね。その時にそれが限界的な温度なのか快適なのかっていうのが実は大きく違ってきます。ついついこっちを選びがちなんです。やっぱりここの0度リミットの寝袋ってだいたい羽毛量が 260g とか 280g とかそれぐらいのものっていうのが比較的多いです。でトータル重量がだいたい 550g とかそんな感じのものが多いです。
羽毛と総重量。ここの肩や下のところになってくると羽毛の量とかっていうのがだいたい 400g 前後、こっち側のところが 750g ぐらいのものが実は多かったりします。でこの550と750ポンと忘れた時ってやっぱこうやってやると軽いんですよ、こっちが。でみんな考えます。普段寒がりって言ってる子も着込めばなんとかなるかな。やっぱどうしても軽いしかさばらないしで選んじゃうことが多かったりはする。で実際に行って寒かった、寝れなかったです。やっぱり寝ることに対しての感覚の違いっていうのも多分この3、40年の中で登山者の意識が一番大きく変わったところだとも思ってるんですね。寝るスタイル自体も昔は一人テントで寝るってないんですよね。もちろんまあソロテントは昔からあるけれど、やっぱり山って基本的にはパーティーを組んでいくっていうのが主流だった。でもコロナで大きく変わったりはしたけども、やっぱり一つのテントの中に交互になってギューって入る寝方をするのってやっぱ多いんですよ、昔は。狭い部屋の中で宴会したらあったかいのと一緒で、テントの中に36度の熱源がこんなにギューギューしてたらばあったかいよね。こういう寝方をしてた時ってやっぱ寝袋って全然だからそこまであったかくなくても対応ができたりとかする時代だったと思います。であと山に登る人のメンタリティもそうだけど、僕も学生時そうだったけど、寒いっていうのは負けた気がするんですよ。だから全然寝れるよ。まあ今でもあると思うんだよね。ネットの中とかでも、あれ見るとなんか自分もこうなんか分かる分かるっていう感じになるんだけど、やっぱりそう寒いって言ったら負けみたいな、自分が弱く見えるから嫌だみたいな中学生みたいなノリでやっぱあったし、だから寝袋ってそんなにだから分厚いの持ってくるとおめえそれじゃないと寝れないのみたいなのもあるんですよ。実際にマニアの方とかが大丈夫ですって言ってるけれども、もしくは心の中で王子は寒いって言って寝れてないかもしれない。でももう王者はこのキャラクターだからね、もう寒いって言えないじゃないですか。言えないんですよ。でしょ？はい。でもこんな脂肪ないのにね。っていうことがそういう風に感じてる人っていうのもいるのかもしれない。でも今だとテント一人に1個で寝る熱源がやっぱり自分しかないっていう状況とかだと、やっぱりテント内の気温っていうのも変わってはくるよね。だいたいまあ外気温とテントの中での温度差ってソロテントだったりとかすると5度もないぐらいなんですよ。実際外と何か膜でちゃんと覆われてたとしてもテント内の気温ってやっぱり4度ぐらい高いぐらいな感じではあると思うんだけどね。あとやっぱり今ってみんな山岳会とか山岳部とかで雪山行くぞとか、その後ヨーロッパアルプス行くぞ、お前もヒマラヤ行くだろうみたいな感じのエスカレーター式にその技術もいろんなものも望んでいくっていう登山のスタイルが主流だった時代からすると、冬山は行かないんですとか、いろいろあるよね。で多分その中で一番変わったのっていうのは寝る時の快適性への多分思いだと思います。正直だからハードな登山をしようと思えばするほど眠りの質にはこだわらないんですよね。こだわっていられなくなる。一般的にはハードなことをするんだったらば体調を整えるためにも睡眠が大事だっていうのが当たり前のロジックかもしれないんだけど、少しでも困難な部分とかを突破するために軽くしなきゃいけないってなってくると、アルパインクライマーの多くっていうのはやっぱり食料も寝具も削っていくっていう、すごくこう矛盾したと言っちゃ変なんだけども、そういうふうなことにやっぱ行かざるを得なくなる。テント寝袋1個で2人が入るとか、最近だったらば特集して1個の寝袋で3人入れるようなものを作っていくだったりだとかもあるし、そういうものがあったりとかするので、ちょっと寝れなくっても頑張るみたいなのがあったのからすると、遊びの時間を取ってわざわざ行くってなった時に寝れないって嫌じゃないですか。基本的には楽しみに行ってるのに寝れないって何みたいなのがあるので、そういうのも変わってくる。そういうもの含めて考えた時に、昔だったらばここの温度帯のもの、ゼロ度リミットのものっていうのが3シーズンとして大きくフォーカスされる時代は当然あったと思います。当然羽毛も全体少ないんで軽くもなるし、こうやって寝ればそれで全然カバーもできるし、睡眠に対する意識の持ち方も違ってくると、ここが主流の時代ってのは長くありました。でも今現状だとやっぱりここで考えた時には、多分こっちじゃないと寒いっていう人は多々いると思います。山岳会とか山岳部とかアルパイン志向の強い人だったらこっちであれだけど、ハイキング志向って言ってもいいのかな、アメリカアウトドア志向というか、自然体験をすごい楽しみに行くみたいな感覚だったりだとかすると、寝袋っていうのをこっちで捉える人っていうのは大きくなってくると思うので、そういう風な中でどっちを選びますかっていう話をしていくといいのかなって思ってます。だからここで分けていくと、最終的に寝袋3シーズン買いましょうってなった時に、今僕なんかはお客さんとかとも話をしたりだとか進めたりだとか自分も考えるのっていうのは、0度の時に快適に寝れる方
ここを大きく3シーズンのスタンダードって今の時代は考えていった方がいいんじゃないのかな。体感能力が自分で強いと思ってる人だったらば1個上でもいいと当然思うけどね。でもここの差っていうものをそういうふうに捉えていくと、お客さんに対して質問をされた時もそうだし、自分自身が試していく時もそうだし、その時に0度っていう温度帯をどうちゃんと考えるのか。こういう風な考え方をしていくと、実際にバックパックに温度計をつけて外気温を測りながら行ったりだとかする時にも、なんとなく目安がちゃんと出てこれるんだよね。だから気にするのって、だから6度刻みなり5度刻みとかで、0度前後、5度前後、5、6度、10度からみたいな感じので気温とかを見てったりだとか、寝る前、あとは明け方の温度チェックをして寝袋の自分にとっての最適解を求めていったりとかする時も、自分は果たしてここなのかここなのかってなるし、なんとなく自分はこのレンジじゃなくてこの中間ぐらいでいいかもしれないみたいなのが見えてくると思うんだよね。ただこういう大きなこの6度刻みぐらいの枠を最初に設定しておかないと、このレンジが無限に増えていくわけよ。いっぱいあるよね。マイナス2度対応ですとか、マイナス4度ですとか、マイナス8度ですとか、2、3度ですとかいっぱいあるから、どれどれどれでって選択肢が無限に増えるので、1個まずこの基準の中で考えて、それをここら辺だなってところからさらにそこを上下少しずらしたりだとかする細分化の意識を持っていくと、寝袋をセレクトするとき、もしくはお客様に店頭で接客するとき、お話なんか伺って相談を受けるときなんかにはちょうどいい組み合わせになるんじゃないのかな。これで最初に一番最初の素材とか形状の話に戻るんだけど、3シーズンの中とかでこれがだいたい平均的だってなった時に、じゃあこれをどう軽くするんですかってなった時に、さっきのキルトみたいにフード取っちゃえ、背中も取っちゃえみたいなものだったりだとか、じゃあフードは取るけど背中は取らないとか、生地をみんなだいたい15D とか使ったのとかを 10D だ、8D だ、7D だみたいな感じでやってったりだとか、羽毛の質も800フィルパワー、850、900、1000みたいなのにしてったりだとか、細いシェイプにするとかね。キャンプ用とかの布団みたいなスクエア型のレクタングラーって言われてるような形のものよりは、当然マミー型の方が使う羽毛も生地も少なくなるから軽くなるから、さらにそれを極端にキューって狭くしちゃう。軽くなるよねとか。もうそうなってくると、そこってもう本当に重箱の隅をつくような開発になってくるんですよ。これが軽量化の各論のお話になってくる。だからその各論の話をする前に枠組みを整理しておくと、こっからさらに枝葉に分かれたものの見方とか議論とかっていうのができるかな。で、さっき言ったように、それが寝袋の場合っていうのはちょっと分かりづらいっていうのが一番大きな問題なのかなって思ってるので、皆さんが店頭でとかお客様の質問を聞いたりだとかする時も最初に、当然自分自身の今後のハイキングの中で、じゃあ寝袋だとかを軽量化していこうってなった時に、こういう枠組みが理解できればいいと思うし、配信でご覧いただいている人とかの中でも寝袋よくわかんないんだよな、どれ選ぼうかなと思ってる時に、この枠組みを少し意識してもらうだけでいいと思いますし、これが分かってると、各メーカーがどんな努力をしてるんだろうっていう個別の特殊性というか、各社が必死になってやってる軽量化が見えてくるんじゃないのかなと思います。寝袋編の最後でちょっと言っておきたいこと、これなかなか表現が難しかったので、実際自分の書かせてもらったウルトラライトハイキングの本の中でもちょっとうまく表現できなかったなって反省してる部分ではあるんだけども、今日も紹介の時にスリーピングシステムで、僕もそういう言葉を使いました。システムで考える、要は物を組み合わせた全体像で考えていくことだよね。単品ではなくて、簡単に言ったらマットと寝袋っていうシステムがあるけども、自分の本の中でも防寒着を込みにして考えたら軽量化できるでしょっていう話は書いてあったし、みんなそれは頭の中にあると思うんですよ。だからみんな軽量化するときによく出てくるワード、防寒着で調整するんで寝袋ちょっと薄くしようと思うんですけど、これ実はすごく間違いが含まれてるんです。防寒着で調整って言葉の中には、多分防寒着を増やすことが想定されてるんですよね。寝袋を軽くしました。それで寒かったら持ってく防寒着増やして対応します。待て。それ増やしたら意味ないじゃんって話なんですね。ここで重要なのは、軽量化をするっていうことを大前提で考えたときに、寝袋を軽くしたんだったらば、防寒着増やしちゃいけないんです。防寒着はなんか一個必ずダウンジャケットをいつも持ってってる。でも寝るときは、それを脱いで寝袋に入って、ガーって寝てる。そういう人が、いやいや、これ寝袋、ダウンジャケット置いてあるけど、使わないのもったいないから、
着て寝れば寝袋を軽いものにできるんじゃないかって考えるのは理にかなってると思うんですね。そうやって軽量化はするのはいい。だからそれってトータルでは軽くなってますよね。軽くなってますよね。ここで止めないといけないんです。ダウンジャケット着て寝ます。寝袋軽くできそうだから軽くしました。やっぱり寒い。で、防寒着を増やすってやったらば、プラマイゼロか、場合によっては元より増えちゃうんですよね。システムで考えるってなった時に、防寒着を込みにする場合っていうのは、基本的にはスタンダードな自分のいつも持ってくね防寒着はこれっていう防寒着から逸脱しちゃうと意味がないんですよ。だ正直防寒着を増やすぐらいだったらば寝袋あったかくした方が絶対にいいです。防寒着が増えていくと綿物とかだと側も一緒に増えちゃいますよね。でも寝袋あったかくするだけだったら中綿だけ追加すればいいんで、そうすると持ってく羽毛量は同じでも防寒着で追加するよりは寝袋あったかくした方がトータルでは軽いっていうことが起きたりとかする。で同時にビビーで調整しますも待て待て待てちょっと落ち着けて考えましょうってなるんですね。ビビーの重量はどれぐらいかっていうとやっぱ 200g 前後あるんですよ。200g 変わったらば寝袋あったかくした方があったかいんですよね。もちろんそもそもビビーってテントと一緒なのでシュラフカバーとかもそうだけどテントの中であんまり使ってもなんですよね。ちょっとシュラフカバーの話とかってなってくるとこういう寝方をする場合それも冬でってなると冬山って水作るじゃないですか。テントの中でだいたいバーナーつけて水ちょっと最初に持ってるの入れて沸いてきたらば雪をどんどん入れてってはいこれ水蒸気超発生します。でその後だいたい鍋物になったりとか寒いからあったかいもの食おうってなりますよね。はいまた水蒸気発生します。テントの中に4人5人がぎゅうぎゅうになって会話しながら飯食ってます。呼吸で水蒸気発生します。めちゃくちゃ結露の量が半端ないんですよ。であとこういう寝方をすると端っこの人間がどういう風になるかっていうとバリバリに結露してびしょびしょになっちゃったもののところにビチャーっとくっつくんですね。でそれがだから寝袋が濡れる凍るまた溶けるを繰り返していくとうわーっていう状況になるのでシュラフカバーって山岳会とか山岳部だと絶対必須装備だったんです。みんな経験あると思うけどビビー使うとシュラフカバー使うと中で結露するのって結構あるじゃないですか。でも使うのってなんでかって言ったらば外からの濡れが半端ないからなんですよね。こういうシチュエーションだと。でもソロの時だったらば結露したものとかで風が吹いたらバラバラバラって落ちてきてってあるけどもまあ別にそれでこれほどは致命的な状態にってならないんですよ。あと濡れるとしたらここら辺ですよね。雨具かけときゃいいじゃんとかってやるとビビーで結露することとかもなかったりはする。だからやっぱりビビーとかシュラフカバーとかっているいらないって考えちゃってポンって入れちゃうとシュラフカバーだけでやっぱり200から 300g ぐらいの重さが追加されてってしまう。だ本来ビビーってそれだけで寝るものだからタープも何もなくってだから軽いし逆に言うと行き倒れみたいなスタイルだからどこでも寝れるメリットとかもあるから意味があることであってやっぱりテントとかシェルターの中で使う保温のためにとかってなってくると重量的にそれってちょっと考えた方がいいよ。結構やっぱ多いんですよね。どうしても必需品だと思われがちだから。だから僕自身は大学の時からある程度アルパイン寄りというかそういう活動の方に軸足があった時代はシュラフカバーとかを必ず持ってってたりもした。数人用のパーティーで自分の担当する荷物がテントじゃない場合とかもあるのでビバークをしなきゃいけないシチュエーションで考えた時にゴアのシュラフカバーは必須で持っていくとか夏だったらそのシュラフカバーだけで寝るとかっていうのもあったので持ってってたけどもハイキングに軸足を移してからは正直シュラフカバーとかビビーって使ってないんですよね。それも特にその温度を高めるために何かを追加するでビビーとかっていうものをやっていくとその200-300簡単に増えちゃう。だったらば羽毛を 50g 増やすだけで2度ぐらい変わるって考えるといいと思います。すごい乱暴な話ですけどね。もちろんどのレベルの羽毛を使うのかでも全然変わるんであれだけどざっくり今の800フィル以上のいわゆる結構ハイエンド系の寝袋で考えた時にその羽毛を 50g 詰めると大体2度ぐらい変わる。100g 詰めると4度ぐらい変わる。150g 詰めると大体ダウンジャケットとダウンパンツの上下軽量系のものだと大体それぐらいだし夏用の寝袋も大体羽毛量150前後で150と180が多いけどそれで大体6度ぐらい変わるみたいだったらば 200-300g のビビーを追加するよりもテントの中で寝てるなんかシェルターの中で寝てるとかだったらばビビーの追加以上にこっちを追加した方が重量あたりの温度変化の効果は非常に高いって考えられるんですよね。
だ同様に無節操に寒いから防寒着を足す。防寒着1個足すとどんなに軽量なダウンジャケットとか防寒着でも 200g はします。250g ぐらいでも軽量の基準になってくる。下手すると 300g だ。それを追加するぐらいだったらば、さっき言ったように羽毛量が 50g 多い寝袋を選択する、 100g 多い寝袋を選択するっていうだけで大丈夫。でも大体そこで言われるのがね、洋服着れるじゃないですか防寒着って言うじゃないですか。歩く時着ないよね。暑い時の方が多いじゃないですか。明け方寒い時期動き出すとかはもちろんあるし、急激に温度が下がってってことはあるけれども、やっぱり日中着れる防寒着、特にガシガシ歩く系の人なんかだと少なかったりはする。歩いてる時だと雨具着るだけでも暑いってこととかってあるじゃない。で今最近だったらばアルファダイレクトとか、山道さんでも出てるけど、アクティブインサレーションのシェルなしのものとかを着るっていうのも通気性と保温性のバランスがあるからいいよねって言って使ったりとかするのはあるけれども、ダウンジャケットを着ながら歩くってやっぱなかなかないじゃないですか。火星股のインサレーションもそれを着て歩くってなるとやっぱりオーバーヒートしちゃうってなると、行動中に着れるものって実は限られてくるんですよね。だいたい寒かったら最終的には雨具を着ればいいって考えてきた時には、防寒着着れるのは確かだけど、それを着るシチュエーションっていつって言ったら、基本的には本当に一番多分多いのって休憩中でもなければ多分天場ついてからなんですよ。でもがっつり軽量化しようってなったらば、寝袋体に巻きつけりゃいいですよね。ちょっと変だとは思いますよ、見た目は。また UL の変なやつが変なことやってるって絶対言われるんです。でもこういう tips ってレイジャーディンの本の中でもやっぱあるんですよ。もちろんそれが正しいではないんだけども、さっき言った UL とか軽量化ってこととかを軸にここのところを煮詰めていくと、防寒着を下手に追加してってあったかさを調整しようってするよりは、ワンランクあったかい寝袋を用意して防寒着を減らすっていうことの方が、実はシステムそのものがシンプルになる。スリーピングシステムっていうものを考えた時に、システムを構築するものがシンプルである方が、それを運用するのは楽だよね。複雑なシステムってやっぱ運用が大変なんです。そういうものの見方っていうものもあるんだ。ついつい自分なんかも責任は感じるけど、本の中で防寒着もっていうので書いたことで違う方向に発想は行きがちなんだけど、防寒着を足すんだったらばその防寒着だけっていうのを意識するとより軽くはなるし、システムの運用も楽になるとは思う。でも男の子は合体ものが好きなので、そうは言ってもこの服とこの服とを組み合わせてこういう感じでやったらばっていうのを考える楽しみも絶対あるから、一概に否定するわけではない。ただそういうシステムで複雑に組み合わせて楽しいってやった時には重たくなってるかもなっていうのを頭の片隅に置いとけばいいし、そうやっちゃうと重くなる可能性が実はあるんだよっていうのだけ頭に入れた上で楽しみとしてやってもらうといいんじゃないのかなって思います。その組み合わせのところのお話を聞いてて思ったんですけど、快適温度とかのところで夏用のものと冬用のもの、あれってある程度のレイヤリングを想定されて快適温度っていうものを出されてるんですかね、メーカーさんの方で。多くのメーカーさんだと基本的には中にそのダウンジャケットを着込んで寝るとかっていうのは想定してないです。要は本当に肌着とかカットソーとかを着て寝るみたいな感じだよね。正直寒さのことって、うちの場合の状況を話すんだけど、うちは南賀さんで作ってもらってます、うちの寝袋はね。なので基本的にレーティングの基準っていうのは南賀さんの基準に実は準じてます。だからそこでやってるのプラス、あとは新しいのを出す時は試作で作ったものをスタッフだとか自分たちの知り合いだとかで寒がりの女性とかいろんな人にちょっと試してもらってデータ集めた上で、この提示されたレーティングでいいんじゃないのかとか、もうちょっと低めに見とこうとかっていうので、最終出してはいるんですね。寝袋メーカーさんの指標に沿うっていうのはやっぱり感覚だけだとっていうのがあるんでやるんですけど、でもその時の基準ってやっぱりそんなに中に物を着込んだ状態ではなくて、基本的には軽く着た状態っていうのが基準にはなってる。暑がり寒がりは本当違うし、すごく難しい問題をはらんでるとはやっぱり思います。であとシーズンの中でも慣れが絶対あるんですよね。同じ温度でも夏から冬に向かう時ってやっぱり寒く感じるんですよ。体が夏の状況にフィットさせてあるから。で逆に冬から夏に向かう時ってちょっと暖かくなるだけで今日暖かいじゃんっていうからで短パンとかサンダルになったりとかするわけですよ。エアコンの温度も皆さん冬だったらば22度設定でも暖かいねって言ってるけども、夏だったらばエアコン26度設定でも涼しいねっていうじゃないですか。だからその前にいた環境との温度差とかでだいぶ温度の感じ方ってやっぱ変わってくると思う。
だから自分は今そんなにね、例えば冬スキースノーボードで滑りに行くっていうのもほとんどなくなっちゃったし、冬山に行くっていうのも頻度は本当に昔と30代とか40代の頭から比べると減っちゃったからあれだけども、一番行ってた時ってシーズン始めは寒くて寒くてしょうがないんですよ。でもシーズン終わりは全然寒くないんですよ。誇張でも何でもなく。多分多くのスキーヤーさんだとか冬山楽しまれてる方なんかも多分同じことを感じてたりだとかはすると思います。体は慣れます絶対に。だから慣れるっていうとすごく乱暴な意見に思えるかもしれないけども、シーズンの中でも絶対にそれは起こってくるので、だから暑い寒いとかって話っていうのはすごく個人による部分が多くて難しかったりはする。でも何かしら指標を出さないと選ぶことすらできないので、今みたいな簡単に来て寝袋に入った時にその快適温度限界温度っていうのがある程度設定されているっていう風に理解してもらうといいのかなと。さっきのそのダウンジャケットとか寝袋の話なんですけど、ジャケットと寝袋の方が重くなっちゃうのは分かるんですけど、例えばダウン量で考えて、260g のダウン量の寝袋に合わせてだから 140g ぐらいのダウンジャケットとダウンパンツとかを合わせてた時ってあったかさはイコールになるものなのかどうなの？難しいっすよね正直。そこって 140g の羽毛のものを比べて400になったからといって同じなのか、これって多分分かんないとしか言えないんですよ。ただこれを論文として書こうと思ったらば多分データを取っていってそれぞれの違いで細かくやっていくのが論文だと思ってて、ただそれぞれで違うって言っちゃうとどうしようもなくなっちゃうので、一個そういうそうではないかって仮説だと思ってもらうといいんですよね。だから同じになるだろうっていう、使ってる羽毛量が一緒だから。でも厳密に言っちゃったらばダウンジャケットを追加するじゃないですか。細かく考えたらそこに隔壁としてのシェルがあるので、そこで間違いなく熱の伝わり方は落ちるはずなんですよね。そういうの考えちゃうと、だから寝袋の方があったかいよねって話になっちゃいますよね。同じ羽毛になったとしてもこっちの方があったかいんじゃねっていう可能性にはなるだろうし、少なくとも羽毛 140g のダウンジャケットってことは側の量も増えるからってなる。もしかしたらば生地にチタンとかアルミのスパッタリングを施したりだとかすると多分また変わってくるとは思うんですよ。であとは使ってる生地高密度で打ち込みがきついものなのか、ダウンプルーフがある中でギリギリでも緩くしてるのなのかとかでも多分違いは出てくると思うだろうし、個別で多分いろんな差は出てくるとは思います。やっぱダウン量 400g の寝袋とかの方があったかいはあったかいんですかね。あったかいとは思います。ノイズが少ない。ノイズが少ない。ありがとうございます。だけど分かんないのが密着度とかジャケット着るとっていうのはあると思うんですよ。特に首周りだとか下半身より上半身の方が寒さ感じるのって強いじゃないですか。だとするとダウンジャケットを着るっていう行為は寒さを感じる上半身のところに集中的に羽毛を持ってきてるっていう状況だろうし、寝袋のここの口を閉めることよりはフードがなかったとしても襟元ギリギリまでやっぱりここ覆えるじゃないですか。あと肩周りが覆えるってなるとあったかいのかもねっていうのになっていくと思う。そこのところで多分違いはあると思うんですよね。だからそこまで考えていくとまたさらに道具のさっき言った格論の話を考えるときに面白いだろうし、そういう部分で自分は例えばちょっと重たくなってもいいからダウンジャケットとこっちっていうのを選択しますって人が当然いてもいいとは思うんですよね。でもどうせ例えばダウンジャケット着ないしって人だったらこっちにしとく。こっちの方が軽くなるし、ちょっとぐらい仮にもし寒かったとしてもこっちの方がシンプルだからいいって選択をする人もいるだろうし。だから答えがないっていうのはそういう部分だとは思います。でも今美香さんが言ってたみたいなことっていうのを多分いろんなモデルの細かいやつとかで計測できる多分方法もあるんだろうから、そういうのを一個専門でやっていくとちょっと面白いのかもしれないし、検証しながら軽量化を考えるってなったりはすると、山道さんそういうの得意じゃないですか。リサーチャー夏目さんもそういうの大好きだし、もしかしたら先々例えばそういう大和道さんとかでスリーピングシステムをちょっと自分たち独自のを考えていくってなった時にダウンなのか河川なのかとかはあるけども、そういうものを多分細かく見て作るのっていうのは出てくるんじゃないのかなとは思います。逆に言うとそういうのでいろいろ調べたらばそれはジャーナルに載るのを私は楽しく読んで待ちたいと思います。はい。今の三田さんの話に通ずるとこなんですけど、ダウンシュラフに入るときに、ダウンジャケットを着るっていうのは、僕も個人的な使い方としても隔たりがあって、保温力のアップにあんまりならないんじゃないかなっていうふうには考えてて、あんまりやらないようにしてて、ジャケット系は背中側に引いたりしてるんですけど、それが例えば上着るものがアクティブインサレーションとかの場合って保温力が上がるのかどうなのかっていうのはちょっと聞いてみたかったです。はい。
アクティブインサレーションだとアクティブインサレーション自体は保温層を作りにくいとは思うんですよね。要は抜けていくから。だからいいわけじゃないですか。ヒートアップしないから。でもそれに外側から蓋をすればそこそこ暖かくなるわけですよね。であとプラス体温がすぐこれに寝袋に伝わりやすい寝袋の温度を早く上げる結果にはなると思います。僕測ってないから勝手なことは言えないけども、素材の特性から一個確実に言えることは、アクティブインサレーションを着て寝袋に入った方が寝袋本体をあったかいなって感じる速度は間違いなく速いと思います。っていうのは一個言えるんじゃないのかなと。ただ、ダウンジャケットはダウンジャケット着た瞬間に多分あったけーってなると思うから、この時ポイントになってくるのって、夏目さんなんかさっきからニヤニヤ多分これ計測しようと思ってると思うけど、多分ポイントになってくるのって、例えば体感ももちろんあるんだけど、アクティブインサレーションとダウンジャケットっていうものとかをイコールでなかなか考えられないじゃないですか。そもそもの保温力が違うし、特性が違うんで。ただなんかちょっとそこを無視してダウンジャケットを着た場合、あとはあったかめのアクティブインサレーションを着て中に入った場合、例えばダウンジャケットはインナーダウンジャケットぐらいの薄いものとアクティブインサレーションに仮にしたとしましょう。でじゃあそれに入った時どうなるかってなったらば、例えばずっと寝袋の上面だとかに温度計突っ込んどいて、中の温度がどういう風な上昇曲線を描いていくのかみたいなのとかっていうのは測ってみたらばジャーナルっぽいんじゃないですかねとかは思います。寝る前にダウンジャケット着てガーって体温めて寝袋入ってパッて開けたら暖かくなりますよね多分。なんかそういうのが多分細かい個人個人の tips として面白いと思うんだよね。この枠組みが分かってくるとこうにもできるんじゃんを考えるじゃないですか。それがやっぱりなんか面白いところでもあるし、答えが最終なんか誰にでも当てはまる答えは出にくいけど、俺はこうしてるぜみたいなのが面白くなってくると思うんですよね。これを入れてたのだから大体今みたいな話がネットに出るんです。これやるとあったけって。みんなそうなのかって言うんだけど、ここが分かんない状態でそこだけ見てると本当路頭に迷うんですよね。だからちょっとこの話地味だけどやったのっていうのはちょっとそういうところですね。自分も今正直アクティブインサレーションだからアルファ系のやつってあんま着てなかったんですよ。出てすぐやっぱ着て試したけど別に俺いいやって思ってたんです。どうせ歩いてる間着ねえし着なくて大丈夫だし、とにかく同重量だったらば羽毛持ってた方がとりあえずあったかいから、最終的には体温保持って考えたらダウンジャケットでいいんじゃねと思ってた。でも自分自身もやっぱこの年になってみてもダウンジャケットとキルトを持ってくんだったらばアクティブインサレーションと通常のジッパーで締められる寝袋を持ってった方がもしかしたらあったかく寝れんじゃねとかで、晩秋の時期とか雪降りそうな時期で最低気温がマイナス5度からマイナス10度ぐらいの間の気温帯で行く時なんかはどっちがいいのかなとかで試したりとかはやっぱりするんで、今でも自分の中でそこのところはみたいな感じ。でもなんとなく今僕の中ではダウンジャケットとキルトみたいなのよりはフルクローズできる寝袋とアクティブインサレーションの方がこの方がいいんじゃねえかなって自分なんかは今感じていたりはします。なぜならば山に行ってる時に夕ご飯を一緒にテントの外で談笑しながら食べる相手がいないのでさっさと食ってさっさと寝れるからね。でもこれ談笑できる仲間と行くんだったらば僕のそのレイヤリングだとわけわからない寝袋を羽織ってこうやっていく感じになるだろうけどね。じゃあ今度談笑して一緒に行きましょう。そうですね。はい。っていう感じです。はい。